はい、こんにちは。MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は、レッドショアーのハイブリッドモデル、カテンツァ4です。レッドショアーでなんとか4ってなかったっけ？ DZ4 のこと？ああ、それ。この4ってドライバー数の合計ってこと？そうなんじゃない？ DZ4 はダイナミックドライバー3機、パッシブラジエーター1機もドライバーと数えてることになるわね。カテンツァ4はダイナミックドライバー1機、ソニオンの BA1 機、ノールスの BA2 機で計4機。ダイナミックドライバーは 10mm ベリリウムメッキ振動板ね。なんか最初にドライバーの話になっちゃったわね。たまにはいいじゃん。カテンツァ4の上にはカテンツァ12があるんでしたよね。そう、ダイナミックドライバー1機、BA11 機の片側合計12機のドライバー構成。そして価格が30万以上の超高級機。じゃあカテンツァ4とは別物だと思っていいんだね。いいだろうね。価格が通常4万円台、発売当初は4万切るってことで、アリでは3万円台後半、アマゾンは入荷が遅れてるのか、この動画を作ってる段階ではまだ価格が表示されてなかったよ。だいたい4万前後ってとこね。視聴しないで買うのは勇気いるね。そうね。パッケージ内容は上の通り、外箱に引き出しついてるのは S15 と同じ。イヤーチップは2タイプ。写真はそれぞれを正面に撮影したので、丸型のイヤーチップ収納は1個ね。そして3種類の交換プラグ。390にストランド、高純度、銀メッキ単結晶導ケーブルがバンドル。お高いモデルのバンドルケーブルだし、微ケーブルはしなくても良さそうね。外観は曲線を埋めてちょっと複雑な形。ハウジングがフェイスプレートよりちょっとはみ出す感じ。耳に合わない人もいそうなのでちょっと注意が必要ね。測ってみると大きさは普通ね。重さはフェイスプレートがアルミニウム合金だから片側 5.3g で軽い方でしょう。イヤーチップを外れにくくする返しがすごく浅いんでちょっと気をつけた方がいいかな。内部は見えないけどこうなってるのね。3つの音響管で各ドライバーからの音を誘導してるのね。音響管1個足りなくない？ノールスの BA2 機の音の出口は1つだから大丈夫。ああ、そっか。その音響管の出口がここね。びっくり顔みたいなやつ。写真撮るとき、スマホが顔だと認識してたからね。ちょっと笑っちゃったよ。だよね。DZ4 もここは同じでびっくり顔だったね。さて、ここからは波形を見ながら進めましょう。まず、カテンツァ4のシングル波形です。全体的にカーブの振幅の工程の幅があまりないようですね。そうだね。フラットを意識しつつって感じかね。ここは後半で深掘りするとしてイヤーチップの比較を見てみようか。バンドル2種はこんな感じ。ボーカルイヤーチップの方がメリハリはあるようだね。聞いた感じ、やや音域寄りのバランスに感じたんで、バランスイヤーチップを使いたいかな。でも、ジャックさんは耳がかぶれやすいから、バンドルは無理で、またベルベット使うのかな？その通り。バランスイヤーチップに近いんで、これで音収録とこの後の視聴に使ったよ。音域調整用としては、ファイナル E もありだね。今回の比較モデルは、レッドショアーで揃えてみた。3DD プラスパッシブラジエーター搭載の DZ4 とプレイナープラスパッシブフィルターモジュール搭載の S15 ね。カデンツァ4が 1DD プラス 3BA のハイブリッドモデルだからドライバー構成はバラバラの比較。たまにはこういうのもいいんじゃない？そうね。音調整の基準はカデンツァ4。ケーブルはカデンツァ4のバンドルケーブルでバランス接続で収録ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。まず DZ4 との比較からいきましょうか。そうだね。広い帯域にわたって波形の似た部分が多い2モデルは聞いた感じも割と似てるけど、比べちゃうと低域、高域ともカデンツァ4の方が上質という印象。特にシンバル系の質感の違いはすぐわかるところで、 DZ4 の方が遠慮なくなる感じで聞き疲れが早く競う。とはいえ DZ4 は13,000円ぐらいで、カデンツァ4とは価格帯もドライバー構成も違うんで、そこを考慮すると DZ4 も結構いいんだよな。そうなると S15 はカデンツァ4より1万ぐらい高めの価格だけど、どうなの？これは波形で重なる部分が少なく、聞いた印象はだいぶ違うね。S15 は PFM の効果もあって、低域が厚く、中高域が控えめで、ボーカルはカデンツァ4より引っ込み気味で、波形からもわかる。カデンツァ4の後に S15 を聞くと、このバランスに耳が慣れる時間がちょっと必要。低域好きな人には S15 いいと思うけど、カデンツァ4の方が多くの人に受け入れられやすいバランスなんじゃないかなと思ったわ。愛も実機で聞き比べましたけど、カデンツァ4のバランス好きだな。あとはカデンツァ4の実機を聞いた印象ね。バンドルケーブルで視聴してるよ。まず低域は量感優先ではなく、曖昧さは感じず、ベーシストも納得って感じかな。キックのパンチ力は S15 にはかなわないけど、ボワつくよりよほどいい。曲によってもう少し低域があってもいいとは思うけど、 EQ で補正しようとは思わない。 S15 の低域、特にキックはいいもんね。そうなんだよ。 PFM の効果だろうね。次は中域かな。だね。中域はあまり減衰してないこともあって、再現性はいいね。フラットな傾向が好きな人には向いてるんじゃないかな。中高域から高域は2キロ過ぎから6キロあたりまで大きな減衰がなく、程よい出方で印象は明るめ。ボーカル、メロディーはしっかり浮き上がってくる。ライドシンバルやペダルハイハットなどの表現が繊細だな。かといって刺さるような質感ではなく、やや控えめになる感じ。では、全体的な印象をお願いします。音近めでモニターライク、感触系の乾いた感じの音。聞いていてあまり面白みは感じないけど、それだけ忠実に再現しているってことだろう。サウンドステージより改造感、分離感優先という作り方に感じる。だからといってサウンドステージがおろそかというわけではないけどね。こういう音好きな人多そうな気がするし、こういう音に慣れると低域曖昧なモデルや一部の帯域だけ突出するようなモデルがすぐわかるようになると思う。クリアで透き通るような聞き心地なんて言うと褒めすぎかもしれないけど、視聴しながらふと浮かんだ言葉なので素直に言ってしまおう。はい、ありがとうございました。味気ない、無機質、冷たいなんて印象を持つ人もいると思いますか？モニターライクだと感じたので、それはあると思うね。なのでそれを求めている人向きだと思うよ。万能なモデルってほぼないと思った方がいいのかな？だと思うよ。車だって荷物がいっぱい積めるけど、空力性能が良くて最高速が300キロで燃費がいいなんて条件クリアするモデルないでしょ。なるほど、そういうことね。あとは好みと予算の相談ってことですかね。そうだね、安い買い物じゃないからね。ということで、レッドショアーの 1DD プラス 3BA ハイブリッドモデルカデンツァ4のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。